朗読、怖い話、不思議恐怖体験、居候先の友人宅で起きたおかしなこと。友人 A の家に居候を始めて数週間後、方向の下でおかしなことが起き始める。それは何者の仕業なのか。後日、衝撃の事実が友人から告げられる。去年の出来事。私は訳あって友人 A の家に半年間くらい居候していた。A は実家暮らしで A のおじいちゃんと住んでいた。両親、おばあちゃんも病気とか自殺とか事故で亡くなったらしい。結構大きな家に2人で住んでいるから部屋が余っているとかで私の部屋を用意してくれた。A と私の部屋は2階。リビングとか A のおじいちゃんの部屋は1階。A の家は古いのもあるけどだいぶ雰囲気があった。はっきり言って怖い。私は霊感がほんの少しだけあって幽霊なんてはっきりと言えないけど、ああここいるなーっていうのを感じたり、一瞬もやっとしたものが見えたり、そんな程度でしかないけど、A の家はすごく怖かった。私の部屋の前には兄弟があって、それがすごく不気味で怖かったけど、さすがに文句を言える立場ではないので黙っていた。居候してから数日間は何事もなかった。数週間してからおかしなことが起き始める。寝ているとき、階段を何往復もする足音が聞こえた。翌朝、A に、昨日の夜中何してたの？足音ずっと聞こえてたけどって聞いたら、A は、1回だけ1階に行ったけど、その後、すぐ寝たよと言った。その時は私の聞き間違いってことにした。何日か経って、また寝ている時に、今度は A の部屋と私の部屋をつなぐ廊下を歩き回る足音が聞こえた。前回のこともあり、A の足音とはとても思えなかった。A はあまり足音を立てずに歩くように心がけている子で、私の聞いた足音は大きかった。それから翌朝 A が階段を上がってきて、自分の部屋に入っていく音が聞こえた。私はお風呂を借りようと思って1階に降りたら、そこには A がいた。もはやここまで来ると気のせいにできなかった。その日の夜、壁を殴るような音が何度も聞こえた。A はイラつくと壁を殴るところがある。そのせいで A の家の壁は穴だらけ。翌朝 A に、昨日なんでイラついてたの？結構壁殴ってたみたいだけど。と言ったら A は、お前がこの家に来てから一回も壁殴ってないぞ。って言った。確かに壁の穴の数は増えていない。A がイラついているときに穴を開けずに壁を殴るなんて無理だろう。さすがに怖くなって A に今まで聞いた物音のことを話した。A には霊感なんて全くないので、A は物音を聞いていないみたいだった。その日の夜、変な夢を見た。私の使っている部屋の隅に仏壇が置かれていて、部屋の中央には小さなちゃぶ台のような勉強机が6つほど並んでいて、6人の小学生ぐらいの子供が座布団に座って勉強していた。ミディアムショートぐらいの髪の長さで、30から40代ぐらいの女性が勉強を教えていた。それを横から私が見ているという夢。私がぼーっと眺めていたら、その女性と目が合ってびっくりして目が覚めた。翌朝、その夢を A に話したら、亡くなった母親だ、と言われた。A のお母さんは、40代の頃、小さな塾みたいなのを開いていて、そこでは5、6人の子供を教えていたのだそうだ。小さなちゃぶ台のような勉強机に座布団というのに
一致しているらしい。寝ている時に足音が聞こえることにだいぶ慣れてきた頃、足音が私の部屋の前をうろつき始めた。襖の前でピタリと止まり、そしてまた歩いてまた止まる。それが何日か続いた。襖が少し開いている日は、誰かがその隙間の前に立っている影が映る。明らかに誰かが私の部屋の前にいた。A に、兄弟前らへんが怖い。誰かが部屋の前に立っている。隙間から覗いてくると相談すると、A は、もし俺の母親が生きていたら、今お前がこの家にいる状況は絶対に許さないだろうね、とだけ言った。夜だけではなく、昼間も私が A の部屋に入ろうとしたら、ドアの向こうから A が通話している声と、男の人が A に話しかけている声が聞こえた。A と男は会話しているようには思えない。A が話しているとき、男は A に何かを言っていた。誰かいるのかと思ってドアを開けたら A しかいなかった。なんだかんだ半年後、実害があるわけじゃないけど、怖いので A の家から出て行った。A の家を出て1週間後、A から LINE が来た。お前の部屋の前にあった兄弟、掃除してたら死んだ母親の髪の毛の束が出てきたよ。私の部屋の前でうろついていたのは A の母親だったのか。A の部屋から聞こえた声は父親だったのかわかりませんが、すごく怖かったです。長文の上、読みづらくてすみません。